世界の辺境マニアです。中国、ウイグルの国境地帯で、警察に31時間の拘束。毎日、ホテルの部屋まで警察が来て、スマホ、カメラ、パソコンの確認。空港の国境警察に、搭乗口からイミグレーションの外まで連れ戻される。飛行機のドアが閉まり、機体が動き出すまで、本当に中国を出られるのか、不安でたまりませんでした。そして、ようやくたどり着いたのが、カザフスタン・アルマトイ。そこは、中国国境地帯とは全く違う、旧ソ連の空気が残る街でした。そしてこの街で、私が毎日のように通ったのが、旧ソ連圏のサウナ。体を葉っぱでペチペチ叩かれる、不思議なサウナでした。これは、ただのサウナ紹介ではありません。中国、ウイグルの国境地帯を抜けた後、緊張でおかしくなってしまった私がもう一度、その空気と文化を記録できる状態へ戻していく、5日間の記録です。中国、ウイグル自治区のイーニン空港からカザフスタンのアルマトイへ向かいます。飛行時間は約1時間。映像だけを見ると、ただ飛行機に乗って移動しているだけに見えるかもしれません。でも、この飛行機が飛び立つまでの私は、全く安心していませんでした。パスポートは手元にある。スマホも、カメラも、パソコンも戻ってきた。出国審査も通った。それでも、飛行機が完全に動き出すまでは、本当に中国を出られるのかわかりませんでした。数日前まで私は、中国とカザフスタンの国境地帯で、31時間、実質、拘束状態になっていました。そしてイーニン空港のイミグレーションでも別室。さらに、最後の最後に搭乗口から連れ戻され、もう一度、データの確認を受けました。だからこの飛行機は、ただの国際線ではありませんでした。私にとっては、中国国境地帯の緊張から抜け出すための、最後の境界線でした。飛行機のドアが閉まり、機体が動き出した瞬間、私は、中国脱出成功と、安心しました。それくらい、この時の私は、最後まで何が起きるかわからないと思っていました。そして、ようやく見えてきたのが、カザフスタン最大の都市、アルマトイ。飛行機を降りた瞬間、目に入る文字も、景色も、建物の雰囲気も、何もかもが、先ほどまでいた新疆ウイグル自治区とは、全然違います。もう中国ではない。もう国境警察に呼び止められることもない。私は本当に中国国境地帯を抜けたんだと実感していきます。まずはカザフスタンのお金がないので ATM を探しますが、街中の至るところにたくさんの ATM があり、現金を引き出しました。中国ではすべて WeChat のアプリで支払っていたので、現金は一回も両替せず、財布すら使ったことがありませんでした。久しぶりの現金です。アルマトイについて、朝からまず向かったのはゼリョヌイバザール。有名な観光地というより、地元の人たちの生活が見える市場です。中国の国境地帯では、カメラを持って歩くだけでも緊張感がありましたが、アルマトイの街では、その感覚が少しずつ薄れていきます。旧ソ連を思わせる建物、中央アジアらしい人の流れ。ここでようやく、普通に街を歩けるという感覚が戻ってきました。のびのびと歩いて、ゼリョヌイバザールに到着しました。まずは、衣類や民族衣装、民族の帽子などが売っているエリアを歩きます。中国の新疆ウイグル自治区でも、イスラム文化や中央アジアに近い空気を感じましたが、国境を越えてカザフスタンに入ると、民族がガラッと変わったことがわかります。国境を越えるだけで、人の顔つきや民族衣装など、新疆ウイグル自治区とは全然違うなぁと思いました。市場の中に入ると、一気に空気が変わります。肉、パン、野菜、果物、ドライフルーツ、香辛料、そして中央アジアらしい食べ物が並んでいます。観光地の綺麗な景色よりも、こういう市場の方が、その国の普段の表情が見えるので、
どこの国やどこの都市に行っても、私は好んで市場や地元のスーパーマーケットなどを散策します。市場の中で特に迫力があったのが、どこまでも続くような肉売り場です。牛肉はほとんどなく、馬肉や羊の肉が多く並び、日本とは全く違うカザフスタンの食文化を強く感じました。カザフスタンにおいて馬肉は遊牧民文化に根ざした最も重要な伝統食材の一つで、牛肉や羊肉よりも価値が高いとされ、お祝い事や大切なおもてなしには欠かせないそうです。カザフスタンではアプリコット、リンゴ、レーズン、アーモンドが特に有名で、ここでは新鮮な素材を天日干しにした高品質なドライフルーツが安価に購入できます。そして市場の中で食べたのが、中央アジアで広く食べられているプロフです。日本でいうピラフに近い料理ですが、プロフは米、肉、人参、玉ねぎ、香辛料を一緒に炊き込みご飯で、アルマトイでは牛肉や羊肉のほか、カズと呼ばれる馬肉のソーセージが乗ることもあります。アルマトイではこのプロフを出している店がとても多く、カザフスタンに来たら一度は食べたい定番料理。まさに遊牧文化と中央アジアの食文化が合わさった一皿。見た目はシンプルですが、米に肉の脂と人参の甘みが染み込んでいて、かなり食べ応えがあります。一緒の席に相席した人に教えてもらったのですが、驚いたのは、このプロフとパンを一緒に食べるのがプロフの食べ方だそうです。パンは食べ放題。炭水化物と炭水化物を一緒に食べるのですね。そしてお茶にもこの砂糖を入れて飲むのが常識だそうです。お茶というより砂糖入り紅茶のような感じです。プロフを食べ終えたので、このゼリョヌイバザールから歩いてアルマトイで一番楽しみにしていた場所へ向かいます。目的地はアラサンウェルネス&スパ。旧ソ連の雰囲気が残る大きなサウナ施設です。アルマトイで色々な人と話して分かったのですが、カザフスタンなのに街の中でロシア語がとても強く残っていることでした。最初、私は Google 翻訳でカザフ語を使っていたのですが、みんなにロシア語にしてと言われました。カザフスタンの国語はカザフ語。でもアルマトイのような都市部では人口の 95% 以上がロシア語を使用可能で、ロシア語が事実上の共通語、準公用語として広く話されているようです。看板やメニューもカザフ語とロシア語の併記が一般的です。ここが中央アジアでありながら、旧ソ連圏でもあることを強く感じます。中国の国境地帯を抜けた後に歩くこの街は、まるで別の世界でした。そして、その旧ソ連的な空気を、一番体で感じられそうな場所が、これから向かうサウナでした。ゼリョヌイバザールから歩いて、ようやくアラサンウェルネス&スパに到着しました。ここが、アルマトイ中心部にある、旧ソ連の雰囲気を残す大きな浴場施設です。日本で例えると、スーパー銭湯のような施設ですが、旧ソ連の雰囲気を残す大きな建物です。入り口でいきなりたくさん売られていたのが、この葉っぱの束です。これは、ベーニクと呼ばれるもので、ロシア式バーニャなどで使われる道具です。白樺やオークなどの枝葉を束ねたもので、サウナの中で体を軽く叩き、香りや熱気を楽しむ文化があります。店員さんに、買え買えと勧められますが、今日は一旦、様子を見ましょう。そして葉っぱの束の裏には、サウナハットまで大量に売られています。日本のサウナとは違い、ここではサウナが、本格的な文化として根付いているという、本場の雰囲気でした。中に入ると、さらに驚きました。ここはサウナというより、まるで旧ソ連時代の公共施設か宮殿のような空間です。広いロビー、大きな階段、大理石がふんだんに使われた重厚な内装。これから入るサウナが、ただの入浴施設ではないことが分かりました。受付で料金を払って中に入りますが、驚いたのが、支払い方法です。カザフスタンでは、カスピという決済サービスが普及していて、
QR 決済と手のひらをかざして決済するという2種類の決済方法があります。調べてみると、これはカスピアラカンという手のひらの静脈パターンを登録し、読み取り機にかざすだけで決済できるバイオメトリクス決済のようです。スマホ、カード、インターネットなしで端末に手をかざすだけで支払いができるという、かなり進んだキャッシュレス決済です。これは世界的に見ても非常に進んだキャッシュレス技術です。ぜひ、日本でも導入してほしいと思いました。ただし、これはカザフスタンのカスピ利用者向けのサービスなので、旅行者の私は使えません。なので、私は普通にクレジットカードで支払いました。旧ソ連時代の雰囲気が残る巨大浴場なのに、支払いだけは未来的。このギャップが、いかにも今のカザフスタンらしく感じました。料金は時間制になっていて、1時間、2時間、3時間、時間無制限から選べます。私が選んだのは、平日の3時間プラン。料金は4800テンゲでした。さらに、タオルが1200テンゲ、スリッパが600テンゲで、合計は6600テンゲ、約2200円です。ただし、3時間ぴったりではなく、着替えの時間を考慮して、無料で20分ほど余裕をつけてくれました。こういう細かい気遣いがあるのも、かなりありがたかったです。料金を支払い、中に入ると男女別の更衣室です。館内着、リラクゼーションウェア、タオル、バスタオル、スリッパ。更衣室は、電子キー式のロッカーです。更衣室の中には、このような案内板がありました。これを見るとわかる通り、アラさんはただのサウナではありません。地下階、1階、2階に分かれ、男性エリア、女性エリア、プール、ハマム、ロシア式スチームルーム、フィンランド式サウナ、マッサージ、休憩室、バーまであります。もはや入浴施設というより、旧ソ連時代に作られた巨大な健康ランド。初めて来た私は、どこに行けばいいのかわからないくらい、中が広くて複雑でした。ここから先は浴場内なので、周囲に配慮しながら、人物がわからないように、雰囲気だけ撮影しています。更衣室を出ると、まず最初に広がっていたのが、このシャワーエリアです。日本のサウナ施設とは違い、かなり広く、天井も高く、まるで旧ソ連時代の公共浴場に迷い込んだような雰囲気です。ここで体を洗い、サウナに入る準備をします。壁にはサウナハットや荷物をかけるフックがあり、地元のほとんどの人たちがサウナハットを持っていました。中に入った瞬間から、ここは普通のサウナではなく、旧ソ連圏の巨大な浴場文化なんだと感じました。ここは、洗い場と休憩スペースです。大理石のようなベンチがずらっと並び、その横には洗面器と蛇口があります。サウナに入る前に体を流したり、高温のバーニャから出た後に休んだり、ベンチの上でピーリングや赤すりのような手術を受ける場所にもなっているようです。中央に見える緑色の洗面器には、白樺やオークなどの枝葉を束ねた米肉が入っています。これを水に浸して、サウナの中で体をペチペチ叩く。これはロシア式バーニャではかなり重要な文化のようです。熱い蒸気を体に送ったり、葉っぱの香りを楽しんだり、血行を良くするような感覚で使われています。私はこれまで50カ国以上でサウナに入ってきましたが、この空間はかなり独特でした。日本のサウナのように、サウナ室、水風呂、休憩椅子がきれいに分かれているというより、洗う、蒸される、叩かれる、冷やす、休む。その全部が、一つの大きな浴場文化としてつながっている感じです。ただ汗をかくだけではなく、ここはアルマトイの人たちが体を整え、時間をかけて過ごす、旧ソ連圏らしい巨大な社交場のようにも感じました。ここからは、いよいよサウナの中を紹介します。アラサンウェルネス&スパには、1階と2階にそれぞれ3つ、合計6室のサウナがあります。2階の1つだけはスチームサウナですが、それ以外は、木のベンチが並ぶ一般的なサウナ室です。ただ、日本のサウナと大きく違うのは、施設のスケールと熱の作り方でした。大きいサウナ室だと、30人以上は、
入れそうな広さがあります。逆に、10人ほどでいっぱいになるような小さめのサウナ室もありました。そして、このサウナで一番良いと思ったのが、薪で直接熱を作っていることです。電気ストーブのような機械的な熱ではなく、薪でじっくり温められているので、身体への熱の伝わり方が違います。サウナ室の温度は、だいたい70度から80度くらい。日本のサウナに慣れている人からすると、少し低いんじゃないか、と思うかもしれません。私はサウナが大好きで、これまで50カ国以上でサウナに入ってきました。フィンランド、ロシア、ヨーロッパ、韓国、タイ、トルコ、中央アジア。どこの国に行っても、時間があれば必ずサウナや浴場を探してきました。その中で感じるのは、サウナは温度が高ければ高いほど良い、というものではないということです。日本には100度くらいのサウナ室もあります。ただ、私が世界中のサウナを見てきた感覚で言うと、100度近いサウナは日本独特のスタイルに感じます。本来、サウナで大切なのは、単純な温度だけではありません。もっと大切なのは、湿度です。70度から80度くらいでも、湿度がしっかりあると、体感温度はかなり上がります。ロウリュをすると、温度は変わらないのに、体感温度はかなり上がるでしょう。私が一番良いサウナだと感じるのは、70度から80度くらいの温度で、湿度がしっかり保たれているサウナです。このアラさんのサウナは、まさにそのタイプでした。係の男性が定期的にサウナ室を回り、ストーブに水をかけて湿度を調整してくれます。長く入っていても、湿度があるので汗も出やすく、呼吸もしやすく、ただ苦しいだけのサウナにはなりません。この徹底した温度と湿度の管理が、アラさんのサウナの一番良いところだと思いました。そして、ここからが日本のサウナと全く違うところです。地元の人たちは、白樺やオークなどの枝葉を束ねた米肉を持って、サウナ室に入っていきます。そして、その葉っぱで自分の体をペチペチ叩きます。最初に見たときは、とても不思議で、面白い光景と思いました。でも、これはただ叩いているのではなく、熱い蒸気を体に送ったり、葉っぱの香りを楽しんだり、血行を良くするような感覚で行われているのです。面白いのは、背中です。自分では背中を叩けないので、隣の人と交代で叩き合います。知り合いなのか、全く知らない人なのか、そこはよくわかりません。でも、自然な流れで、お互いの背中を葉っぱで叩き合っている。日本のサウナでは、まず見ない光景です。日本だと、サウナ室では静かに座って、他人との距離を保つことが多いと思います。でもここでは、サウナがもっと生活に近く、人と人との距離も近い。体を温める場所であり、体を整える場所であり、そして社交の場所にもなっているように感じました。さらに、この施設の中には、いわゆる叩き師のような人もいます。有料で、両手に米肉を持ち、全身をくまなく叩いてくれるサービスもあります。これは、マッサージとも違います。高温のサウナ室の中で、熱、蒸気、葉っぱの香り、そして体への刺激を全部使って整えていく、かなり独特な体験です。私はこれまで50カ国以上でサウナに入ってきましたが、このアルマトイのサウナは、1位、2位と思えるサウナでした。ただ暑いだけではなく、薪の熱、湿度の管理、米肉の文化、そして地元の人たちの使い方。その全部が合わさって、ここはただのサウナではなく、旧ソ連圏の浴場文化を体で感じる場所でした。サウナの後に向かうのが、この大きな水風呂です。水風呂といっても、日本のサウナにある小さな水風呂ではなく、ほとんどプールのような大きさです。しかも上には、巨大なドーム型の天井。白い壁、アーチ状の柱、水面の反射が合わさって、まるで旧ソ連時代の宮殿の中にある浴場のようでした。アラさんは1980年代前半、まだカザフスタンがソ連の一部だった時代に、中央アジアの戦後モダニズム建築で作られた浴場施設です。近代的な建物でありながら、ドームやアーチには中央アジアの浴場文化を感じます。水の上には温度計が浮かんでいて、
この時の水温は18度でした。私の感覚では、水風呂は16度から18度くらいで、1、2分、入るのが一番ちょうどいいです。16度以下だと冷たすぎて長く入れず、体の表面だけ冷えて、芯まで冷えにくい。18度以上だと、長時間入らないと体の芯まで冷えにくい。または体の芯まで冷え切らない。その点、ここの水風呂は、しっかり温度管理がされており、理想的な温度でした。湿度のあるサウナで体を温め、このドーム型の大きな水風呂で冷ます。そして、大きな水風呂の周りの壁沿いに座ったり、ベンチでゴロゴロする。最高に気持ちの良いサウナ施設です。ここはただの水風呂ではなく、旧ソ連の宮殿プールでした。サウナで完全に満足した後、施設の中を少し歩いてみると、まだまだ終わりではありませんでした。地下にはマッサージ。さらにフィットネスジム。上の階にはレストラン。その横には喫煙所。フロントの近くには館内案内図があり、そこから男女共通で使える階段を降りると、地下のフィットネスジムまで続いていました。ここは、旧ソ連式の巨大な体メンテナンス施設。汗をかく、冷やす、食べる、休む、鍛える、マッサージする。その全部が、一つの建物の中に詰め込まれていました。サウナの入り口近くでは、おばさんが、この葉っぱの束を、ベンチの上に並べて売っていました。サウナの中で体を叩くための、いろんな種類の米肉です。最初、米肉で体を叩き合っている光景を見たときは不思議でした。でも、このアルマトイ滞在中、私は結局、5日間、毎日このサウナへ通うことになります。中国、そして新疆ウイグルの国境地帯で、常に張り詰めていた緊張感。それが、この街を歩き、市場でご飯を食べ、毎日のようにサウナに入る中で、少しずつほどけていきました。これは、ただのアルマトイ観光でも、サウナ紹介でもありません。中国、新疆ウイグル自治区の国境地帯で張り詰めた感覚を抱えたまま、旧ソ連の街、アルマトイを歩き、その空気と文化をもう一度、自分の足で記録していく、5日間の記録です。サウナを出た後は、アルマトイの街を、もう少し歩いてみることにしました。ここまで来ると、もう中国国境地帯の緊張感はありません。カメラを持って歩いていても、何かを常に警戒しているような感覚が、少しずつ薄れていきました。アルマトイの街を歩いていると、まず印象に残るのが、道の広さと、街路樹の多さです。中央アジアの都市でありながら、どこかヨーロッパのようでもあり、そして旧ソ連の都市らしい重厚さも残っています。古い建物の中には、大きな柱が並ぶものや、ソ連時代を思わせるような、どっしりとした公共建築もあります。装飾が派手というより、建物全体で権威や歴史を感じさせるような作りです。中国の新疆ウイグル自治区で見てきた街とは、建物の雰囲気も、人の流れも、空気の重さも全く違いました。同じ中央アジアに近い地域でも、国境を一つ越えるだけで、街の表情はここまで変わります。アルマトイは、現在の首都ではありませんが、今でもカザフスタン最大級の都市で、文化や経済の中心地としての雰囲気があります。かつての首都らしく、街の中心部には古い建物も多く残っていて、ただ新しいだけの都市ではありません。旧ソ連の名残、中央アジアの民族文化、そして今のカザフスタンの都市としての新しさ。その全部が街の中で重なっているように感じました。歩いている途中には、リンゴのような大きなオブジェもありました。アルマトイという名前は、カザフ語のリンゴに関係すると言われています。こうした街中のオブジェにも、カザフスタンらしい模様や、伝統衣装を着た人の絵が描かれていて、ただの飾りではなく、この街のアイデンティティを感じさせます。中国から来た直後の私には、こういう何気ない街の風景が、とても新鮮に見えました。大きな通りを歩く人たち。ベンチで休む人。建物の前で話している人。公園のように緑が続く歩道。特別なことが起きているわけではありません。でも、この普通に街を歩ける時間が、
この時の私にはとても大きな意味を持っていました。数日前まで、国境地帯でパスポートやスマホ、PC を預け、いつ呼ばれるかわからない状態で過ごしていました。その後も、空港で止められ、搭乗口から連れ戻され、飛行機が動き出すまで安心できませんでした。だからこそ、アルマトイの街をただ歩いているだけで、少しずつ体の力が抜けていくのを感じました。市場でプロフを食べ、旧ソ連の巨大サウナに入り、水風呂で体を冷やし、そしてまた街を歩く。その繰り返しの中で、国境地帯で張り詰めていた感覚が、少しずつほどけていきました。アルマトイは、派手な観光都市というより、歩けば歩くほど、旧ソ連の歴史と中央アジアの生活が見えてくる街でした。そして私にとってこの5日間は、ただカザフスタンを観光した時間ではありません。中国、新疆ウイグル自治区の国境地帯で張り詰めていた感覚を、この旧ソ連の街アルマトイで少しずつほどき、もう一度、自分の足で現地を歩いて記録できる状態へ戻していく時間でした。国境を越えた先にあったのは、緊張から解放された静かな街と、葉っぱで体を叩く不思議なサウナ文化。私はアルマトイの街とサウナの中で、少しずつ自分の感覚を取り戻していきました。ここからまた、私は次の国境へ向かって歩き出します。次の動画公開まで、チャンネル登録をして、すべての通知、ベルマークをオンにしてお待ちください。